はい、それでは AI と制御の融合によるロボットの高速汎用物体操作という内容で筑波大学システム情報系の准教授の坂井野が発表させていただきます。さて皆さんよくご存知かと思いますけども、世の中いまだにロボット化されてない肉体労働って多いですよね。で例えば、エンジンを機械化できないだとか、手術が自動化できないだとか、このぐらいはしょうがないかなって気がしますよね。でもこれこの工場の中でこの人たち朝から晩までキュウリを箱に入れたり出したりとかしているこの人たちは、これアマゾンの倉庫なんですけども、倉庫のこの棚から物を出したり入れたりする、こういうことやってる人がいると、いくらなんでもこのぐらい自動化してくれてもいいんじゃないかって思いますよね。でも実はまだこのぐらいのことすらロボットができてない、機械ができないということがあります。でこれなぜ難しいかということなんですけども、ここに書いてあるように、実はここに書いてあるタスクって物が置いてある場所、形、硬さ、これが微妙に違うんですよね。で例えば本当に円筒型のキュウリっていうのがあったら、もうそれはすごくやりやすいんですよ。これモデルを作ってこの形のものをつかみなさい、運びなさいっていうことをやるのはロボットはむちゃくちゃ得意なんですよ。でもよくわからない曲がっているキュウリで、場合によっては硬いかもしれない、柔らかいかもしれない、置いてある場所も毎回適当になってると、こうなってしまうとロボットから見ると、よくわからないものをよくわからないまま、うまくやってくれと言われてるに等しいようなことになってしまうと、これ結構数学的に壊れてる問題になってますよね。なのでなかなか難しいと。ということで、こういう、未知の物体の操作、こういうのが必要なタスクっていうのは結構今のロボットにはなかなか難しいと、こういう背景があります。でこのデータサイエンスの授業を受けている皆さんなら、ご存知かもしれませんけども、流行りの深層学習、ディープラーニングなんてものでこのぐらい何とかしてくれるんじゃないかと思う人が多いかもしれません。で実はこれ結構画像を認識するだとか音声を認識するだとか、あとは翻訳、こういうようなところではディープラーニングでものすごく良くなっています。ものによっては、人間以上の性能を発揮しているものも結構あります。でもじゃあ物体を掴んで操作する、こういうことに関するディープラーニングってどうやったらいいんだろうかっていうのは実は結構難しくて、なかなかみんなできていないと。この画像で認識して、例えばこの手を掴もうと、ここの手に近づくところまでは行くんですけども、この手を適当にこうガチャガチャ掴むと、これなんでできるんだろうってなると実はなかなか難しいと。この物を掴む専用のデータっていうのは何なんだろうと、どうやってそれを集めたらいいだろうかと、そういうことができなくて、なかなか近づけるけど掴めない、つまりラスト5センチをどうにもならないという、こういう問題がありました。はい、というのが、ロボットの現状の背景になります。はい、それでは、本講義の内容に入る前にまず前提知識をちょっと簡単に説明しようと思います。で本講義では深層学習、機械学習の一種なんですけども、これを使っていきます。で機械学習って言うとなんか難しく聞こえるんですけども、一番簡単なイメージがここにある多項式近似です。これ何かっていうと、 t が入ってきて sin t が出るこの箱を作ると。でこれを多項式で近似してみようと、そういうものになります。で理系の皆さんだったらテイラー展開でこういうことができるっていうのはもうご存知ですよね。なのでその場合は、t-6 分の t3 乗うにゃうにゃってずっと続いていくっていうのはご存知ですよね。で文系の方はこれテイラー展開知らなくても、サインという関数をこの無限に長い多項式でなんとなく近似できそうだっていうのはイメージつきますよね。ということで、sin_t 実はこれは多項式で無限に続けば近似することができると。でその時に、この係数が何だろうということを考えていきます。でさっきの、答えを使ってみると t-6 分の t3 乗プラスうにゃうにゃってずっと続いていくっていうのを考えると、 a0a2 が0でここが 1、a1 が 1、a3 がマイナス6分の1となるような数字を当てることができれば、sin_t を近似するいい多項式を計算することができると言いますよね。でこの時にある t の、データがいっぱいあると、それに対応する sin_t のデータもいっぱいあるという時に、いっぱいのデータから A0、A1、A2、A3 を頑張って見つけ出しましょうと。sin_t がどういう関数かよく知らないけれども、データからこの係数を頑張って見つけましょうと。こういうようなことをやるのが、本講義で扱う機械学習のざっくりしたイメージです。はい、では次にこの講義で実際に使う、機械学習のモデルについて説明していきます。でこれニューラルネットワークと言われるものでして、でこれをいっぱい、深く積み重ねていくと、深層学習、ディープニューラルネットワークなんて言われるものになっていきます。でこれそんなこと言うと難しく聞こえるんですけども、そんなに実は難しいもんじゃないです。入力が入ってきて、
これ入力が入ってきて何かの計算をしてこっちに行きます。その後にもう一回何かの計算をして次にこっちに行くと、ちょっとずつ少しずつ、左から右に、計算が進んでいくと。で最後に出力を出しましょうと、こういうものになっています。でこの中身何かっていうと、最初に入ってきた入力 X に W1 をかけて B1 を足す。でその後に、ちょっとよくわかんない関数を1回かけます。で1回ここで係数してきたこの出力、ここですね、出てきたものに、また W2 っていう係数をかけて B2 を足すと。でまた同じようによくわからない、関数をかけていくと。で最後に Y というものを出力しましょうと、こういうものになっています。でこの F っていうのがいろいろなパターンがあるんですけども、よくあるのがこういうちょっと平らでちょっと斜めになっているみたいな、こういう関数使うことが多いです。でこれだから何っていう話なんですけども、実はなぜかちゃんとは分かってないところもあるんですけども、この関数を使うとさっきの多項式で関数を近似しましょうっていうのよりも、かなり、難しい関数であっても、うまく計算することができると、うまく入力と出力の、対応関係を求めることができるということが知られています。で結局要するにさっきの多項式と何が違うかというと、関数の形がちょっと違うだけで、結局やってることは A1 から B4、A0 から B3 かまで求めるっていう問題から W1、W2、B1、B2 っていうこの係数を求める問題に変わっただけですよね。違いは、関数の形が違うだけだと。ということなので、ほとんど実は本質的にはやってることは違いはありません。でも、この形にすると、複雑な入力関係でも表現可能になります。でもうこういうものに関する入門サイトとか書籍っていうのはもう今ものすごくいっぱいあるので、詳細が気になる人はそっち見てください。でこの授業はそこよく分かんなくても、なんか入力と出力をうまくつなぎ合わせているものだなと思ってくれれば OK です。はい。じゃあそれでは実際の、ロボットに関する関連研究見ていきましょう。でこれも6年前かな、2016年に Google が発表した、研究になります。でこれいろんなものを掴んで運ぶっていうことを、できるようにしたいと、そういうものになります。でここでやってるように、いろんな文房具だとかおもちゃだとかを掴んで運ぶってことを何回か自動でやらせると。そうするとそのうちだんだんロボットが物体を掴んで運べるようになったというものになっています。でこれも皆さんからすると、このぐらいできるじゃんと思うかもしれないんですけども、当時のロボット研究者にとってはかなり衝撃的な動画でして、これ見てやっぱり機械学習ってすごいじゃんみたいなことを思うようになったと。でこれ実際どうやってるかというと、ここに14台もロボット並べて、でそれでみんなで同時に、80万回も頑張って試行して、だんだんこのものをつかむというスキルを獲得していくみたいな、そういうことをやっています。でこの時に使った方法っていうのが強化学習っていうやり方でして、これ簡単に言うと、試しにやってみてダメそうだったら違うことやってみると。で違うことやってみて、結構いけそうだったらその周辺を探してみるみたいな、そういうアプローチなんで、実際これ80万回動かしてるうちのほとんどが失敗してるんですよね。で失敗を繰り返しながらだんだんうまくいくっていうやり方なので、かなり実はこれ効率が悪いと。でこれ80万回っていうと結構実はしんどい話でして、2ヶ月とかそのぐらいはかかっちゃうんですよね。しかもこれ最後の方はロボットの反応がガバガバになって、壊れちゃうと。この著者は壊れてるのも含めて学習できたので我々は素晴らしいみたいなこと言ってるんですけども、よくわかんねえなみたいな感じ思いますよね。壊しちゃダメでしょと。でこれなんでこの人たち強化学習やったかっていうと、実はこれ2016年っていうのは結構アルファ5ってご存知ですか？強化学習を使って世界チャンピオンに、世界3位か、当時の世界チャンピオン3位の人に囲碁で勝てたみたいなニュースがあった、次の年ぐらいだったと思うんですけども、要するにその囲碁と同じやり方でロボットもできるよということを示したわけなんですけども、囲碁と実際のロボットが違うのは、1回の思考にかかる時間っていうのはどうやっても物理現象で速くならないですよね。重力とかで全部決まっちゃいますよね。囲碁の場合はいいコンピューターを用意すればいくらでも1回の試合が速くなるわけです。でもロボットの場合はどうやってもそれ速くならないと。なので80万回やるのに2ヶ月もかかっちゃうし、ロボットもぶっ壊れちゃうと。ということで、この全部情報世界で完結する囲碁の問題とリアルの世界が関係するロボットの世界はやっぱり違くて、強化学習ダメなんじゃないの、どうなのっていうのが、結構最近のロボット業界の流れになっています。じゃあどうするかということで、これももうちょっと古い論文にはなるんですけども、5年ぐらい前から、尾形先生っていう、5年ぐらい前からではないですね、5年ぐらい前に尾形先生が、発表したのがこの研究になります。この尾形先生は早稲田の先生なんですけども、これどういうデモかというと、このロボットが今ここに頭に双眼カメラがついてます。でこのカメラで見てるものが人間がヘッドマウントディスプレイで見ることができます。で
このカメラで見たある状況の時にどうすればいいかっていうのを人間が判断してマウスでポチポチ指令を送ってあげます。そうすると布を折りたたみましょうなんていうことを学習できると、こういうやり方になっています。なのでこれある状況の時にどう動いたらいいかっていうことを人間が指令するわけで失敗しないんですよね。さっきの強化学習はデータのほとんどが、思考のほとんどが失敗だったわけです。なのでものすごくデータの質が低かったんですけども、今回は成功のデータしかないんで、これはデータの質かなりいいでしょうということで、40回布を折りたたむってことを教えてあげると結構タオルの折りたたみもできるし、なんなら本も折りたためましたよなんて研究になります。でこれ本質的に何やってるかっていうと、ロボットの関節の角度、位置情報ですね。あとカメラから見た手先と、タオルの間の位置情報、これ位置の情報を見て次に人間がどういうふうに動かしたらいいかっていう指令を教えるわけですね。でこのやり方結構いいはいいんですよ。結構いいはいいんですけども、とは言っても実は成功率8割ぐらいしかなかったんですよね。5回に1回はタオルをポロポロ落としちゃったりとか、うまく折りたためなかったりとかしちゃったと。ということで困っていたと。でこの早稲田の尾形先生のところも、最近も、この研究は進めておりまして、結構良くはなっております。さっきの2017年のでしたけども、これは去年のになりますね。でこれやって一応かなり良くはなってきてます。画像の使い方とかもかなりレベル上がってきて、さっきのタオルから比べるとだいぶ動作するのが難しいこのバッグとかも扱えるようになってきたと。これもやはり専門家から見ると結構すげえなと思うようなデモなんですけども、おそらくそうじゃない皆さんから見るとうわ遅って思いますよね。やっぱりちょっと、適応能力を高くしながら人間並みに速く動かすっていうのは、やはりこの早稲田の尾形先生本当に日本でトップレベルの研究者でもなかなか難しいということになっております。で尾形先生こんな風に昔ロボット学会誌に書いておりました。もうディープラーニング、深層学習の学習によって実現する作業には正確な作業ではなくてもハードウェア側の柔軟性も必要なんじゃないかっていうことをおっしゃっておりました。でもこれ本当なんですかね。可能なタスクがハードウェアにこんなことやると制限されちゃいません？つまりこれ尾形先生どういうことを言ってるかっていうと、本当に柔らかいふにゃふにゃの手とかを持ってきたらもうどうやってもうまくつかめますよみたいなことを言ってるわけですよ。もう人間みたいないろんなことができるハンドっていうのを作るのを諦めちゃって、すごいいいハードウェアを作ってしまえばいろんな柔軟な動作できるんじゃないのっていう言い方をしてるんですけども、やっぱり人間から比べるとなんか違いますよね。もっと人間みたいにソフトウェアで柔らかく柔軟な動作っていうのは発現できるはずだろうと。ということでようやく私の話に入っていきます。で私これまでバイラテラル制御っていう遠隔操作の研究ずっとやってまして、これマスタースレーブって言われる2台のロボットを遠隔操作します。最近ねちょっとこれ言い方まずいんでリーダーフォロワーなんて言ったりもするんですけども、この、講義ではマスタースレーブっていう従来の言い方をしています。でこれただの遠隔操作じゃなくて、このロボットがこのロボットを動かす、同時にこのロボットが触ってる力の感触を人間にこのフィードバックすることができると。なのでダンベル持ってる重さが分かるので、間違えて力かけすぎて放り投げるなんてこともないというものになっています。でこれ同じ技術を、私の後輩の慶応の野崎先生って方がもっと面白いこのハンド型ロボットで、やってくれました。これ使ってる制御系中身は同じです。でそうするとこのおもちゃのトマトを掴むこともできるし、なんならこれポテトチップスだって掴めちゃうと。これ結構ちゃんと早くも動いてますよね。人間並みに早く動きつつポテトチップスなんて掴めちゃうと。これすごくないっていうことで思うんですけども、これ実はハンド全然すごくないんですよ。ハンドの中身は本当にこれ 3D プリンターで作った指が3本ある。これしかできない指が3本あるんですよね。なのに柔らかい掴み方っていうのを人間が遠隔操作して力加減まで含めて教えてあげると、実はポテトチップスも掴めちゃうと。ということでハードを柔らかくする必要なんかなくて、そもそもソフトウェア的に柔らかさっていうのは発現できそうだと。じゃあなんでこれ今までの人できなかったんだろうって考えてみましょう。で今までの人たちってみんなロボットがここに行けここに行けここに行けっててててって位置の制御をするっていうのを教えたんですね。で位置の制御っていうのは本質的に何かっていうと、例えば俺は絶対ここにいたいと。なのでどんなに押されても動かねえとなるような制御なので、むちゃくちゃ硬い制御なんですよ。でも実は人間はもう一個制御やっていまして、力の制御をやっていて、常に力加減同じになるように制御してあげると、押されても相手にならんように柔らかく動けるわけですね。この硬い制御と柔らかい制御を、時々刻々うまく組み合わせることで、硬い動作と柔らかい動作を、両立させていたということになります。これまでの人たちはこの上の硬い制御しかできてなかったので、ここら辺にメカニカルに柔らかいものを挿入するしかなかったと。
なので一回柔らかくしちゃうともう二度と硬くできないと、こういうことになっていたわけです。ということでこの硬い制御と柔らかい制御を頑張って組み合わせましょうと。このスキルを頑張って抽出して再現しましょうというのが、やりたいことになります。でこれじゃあどうやってそのデータを取ってくるかという話になります。でこれにも実はさっきのバイラテラル制御が使えます。でバイラテラル制御は人間がこの動かした動きにこっちが追従する、位置が一致するだけではなくて相手の力に対して同じ力を出すように力も制御してますよね。なので位置の制御と力の制御を同時にやってるので、この位置のデータと力のデータ両方取ってくるんですよ。ロボットがある位置と力の時に人間がどういう位置とどういう力で動かしたかと、そういうことがデータとして取ってくれるので、これを真似するように学習してあげればいいと。これを真似するように深層学習を学習してあげればいいと。でこういうふうに真似するような学習のことを模倣学習って言います。なのでこの位置と力も含めた模倣学習をやってあげて、ソフトウェア的に柔軟性を発現できるようにしてあげようということになります。で具体的にはこうなりますね。例えばこのロボットをまず最初にバイラテラル制御で遠隔制御します。するとここで消しゴムで字を消している力の感覚っていうのがこの下に返ってきます。なので力加減も含めた動作っていうのを表示することができます。で次にこのスレーブがある状態の時に人間はマスターをどういうふうに動かしたかっていうことをここからここを予測するようにします。そうするとこの四角で囲まれた部分がそっくり AI で学べることができること、真似することができるようになると。ということなので十分データが集まってちゃんと学習が進んでいくと、ここの赤いところを人間ではなくて AI にそっくり置き換えられるということになります。なのでそうするとこのスレーブが1台で勝手に自律動作できるようになるということになっています。で実際にやってることは何かというと、ここちょっと難しいんで、ざっくりで説明していきます。あるスレーブの角度、角速度、トルク、もう少し簡単に言うと位置、速度、力と思ったらいいですね。ある位置、速度、力の時に人間が操作しているマスターの位置、速度、力が何だったかっていうのを当てましょうと、そういう問題になっています。これが最初データとして与えられていて、同じ入力が与えられた時に同じ出力になるようにこのニューラルネットワークの学習を進めましょうということにやっています。つまりもともとあるデータと実際に自分が作ったモデルが吐き出した出力が同じになるようにしましょうということを学習しているわけです。でこれ一番最初に本当にうちがやった実験でして、これ消しゴムで字を消すっていうのを机からの高さ 20mm、50mm、80mm で3回教えました。でそうすると普通は中間的な 50mm 消しに行くんですよね。でそうすると高さが 35mm の時には思ったよりも低いんでスカっちゃうわけです。なので字を消してるようでも表面撫でてるだけですよね。一方ちゃんと力も使って、人間の動作を真似してあげると高さの変動があってもちゃんと同じ力加減で制御できると。で逆にこれ思ったよりも高かった場合、つまり 50mm のつもりで学習したのに 65mm の高さだったら摩擦が強すぎて全然動かないわけですよ。一方ちゃんと力加減まで制御してあげると、このぐらいができると。これ動いてるの分かりますよね。静止画じゃなかったですよね。ということでこれ非常に地味なんですけども、実はこれこそが今のロボットに一番できなかったことなんですよね。でこの枠組みっていうのは本当にデータを使ってそれを AI ニューラルネットワークで再現しようっていう話なので、データさえあればいろいろできると。例えばさっきは本当に消すって動作やってただけなんですけども、今度は上からカメラで見てあげると。カメラの情報も見てあげて、人間が、黒いところでなんか腕を振ってるなっていうことをデータを集めて、学習させてあげると。そうすると、黒いところがあったら、勝手に自動で消しに行くなんてことができるようになると。これも人間がなんか黒いところ付近で腕を振っていたなということを、真似するわけです。模倣してるわけです。でなので書いてる途中に人間がちょっと嫌がらせをして黒い部分を増やしちゃいます。そろそろかな。来ましたね。こういうことやってあげると、もともとこんな黒いものこんな絵を見たことなかったんですけど、黒い部分でとにかく動かさなきゃいけない、消さなきゃいけないということを暗黙のうちに学習したので、動作中に新しいタスクが増えたとしても、自動的に適用することができるようになるということが言えます。で同じような話で、例えば定規で線を引きましょう。これも人間にとってはすごく簡単なことですよね。なのでそれもロボットにできないかとやらせてみました。
傾きを変えながら定規ってこう使うんだよって何パターンか教えてあげます。でそうするともともと教えてない高さで定規を使うっていうのは、さっきの高さに適応するっていうのと同じような話でできそうな気がしますよね。でそれだけじゃなくて、例えば分度器だとか波形定規だとか、こういうものも実は使えるようになります。これ全部できていますよね。分度器使えるし、波形定規も使えていると。でしかもこれ大事なのは、これ全部等倍速です。この動画早回しとかしていません。さっきの尾形先生のと違って、うちのは本当に人間並みの速さで動いていますよね。でこれ普通の人にやらせると、まっすぐ引くっていう動作を真似しようとするんで、分度器なんかあったらこう斜めの方にすっ飛んでいくわけですよ。でもうちは力加減まで含めて模倣させることができるようになっているので、この拘束物に対して習いたかったというこのタスクの本質を模倣させることができるわけです。なのでこういうことができるようになってきたということになります。でさらにこれもう一個面白いことは、これ今書いたこの分度器で書いた曲線、これとロボットの角度センサーで実際に書いた線、これになります。これ見比べてみましょう。これ拡大したのはこれで、ちょっとこれ暗いですけど、これが実際に書いた線ですよね。明らかにこっちの方がなんか線揺れてるような気がしません？つまりこれどういうことかというと、自分で計測すらできないぐらい滑らかな線を書いちゃったということになります。いやそんなもん分度器使ってんだから当たり前じゃないかって思いますよね。それが難しかったんですよね。つまり道具を使って力を制御することで、自分のこの位置の制御性能を超えていくなんていうことは今までのロボットにはできなかったわけです。これ人間にとっては本当にむちゃくちゃ簡単なんですけども、これができなかったせいで本当に人間並みのことがいろいろできなかったと。逆に言うとこれができるようになってきたので、最近ではもっと面白いデモがいろいろできるようになってきました。例えばここでは人間とロボットで協調して物体を持って運搬してるんですけども、この運ぶ途中に人間が嫌がらせして、後ろに戻したり下に下げたりとかしても力加減をちゃんと見て制御してあげるので落とさないと。こっちでいくと、このホワイトボードで消してる最中に3次元的に傾きを変えてしまうと、こういうことやってもちゃんと適用することができるようになっていると。ここだと、これもともとこのサラダをつかむっていうそういう動作を教えただけなんですけども、その力加減を覚えてあげると、もう豆腐であってもフォークとスプーンで運ぶことができると。これをものすごく柔らかいねトングみたいなので運ぶなんてことをやってる人はいっぱいいるんですけども、フォークとスプーンみたいな硬いものでも人間のように柔らかく掴んで運べると。これなかなかできないことだったと。であとここ、これはパンケーキをすくって運ぶ。これもちゃんとやらないとこの慣性力で外にすっ飛んでいったりとか、逆にこの滑り落ちたりとかするので、摩擦と慣性の両方を考えたうまい動作考えないとこれ実はなかなかできないわけです。でもこういうようなことも力加減を見てあげるとできるようになってくると。ということで、ここに書いてあるように、子供でもできるじゃんって思いますよね。おっしゃる通りです。ただこれすら今までできなかったわけです。これを解決できるようになってきたということは、逆に言うと本当にもう子供レベル、小学生レベルのことを毎日工場でやってる人が実は今いるわけです。そのような本当にルーティンワークを大幅に機械化できるということなので、これはものすごい波及効果があると、そういうものになります。ということで、うちのこの模倣学習どのようにいいかというのをまとめてみましょう。これまず人間並みの速さだと。等倍速であんだけ人間並みの速さで動きつつ、しかも力制御しているので環境にも適応できると。これを両立できるというのが素晴らしいわけです。でしかもかなり少ないデータ、せいぜい数十回ぐらいこういうふうにやればいいんだよっていう動作を人間が表示するだけでいいと。でもう一個大事なのは、これ1個前のページ見てみると、この3つのロボット、これ全部同じロボット使ってますよね。ということは同じロボットに対して人間がもともと享受する動作を変えるだけでいろんなことができるようになると。ハードウェアの変更が必要ないってことですね。ということで人間のように1台のロボットで汎用的に何でもできるということになっています。じゃあなんでこれこんなにいいかということで、普通の人、これ岡田先生のところもそうなんですけども、このロボットを直接、例えば手で触って動かして、こういう軌道で動かすといい文字が書けますよとか、いい消し方ができますよみたいなのを教えるわけです。そうするといい動きっていう、応答値っていうのを計測できるわけです。この応答を計測したものを次いっぱい学習させて、いい動きっていうものを生成する AI っていうのを作って指令して制御機に入れてあげて動かせばいいじゃないかと。こういうことをみんな思うわけですね。これ一見すごい正しいんですよ。いい動きをデータ集めて、それを真似して指令値作って制御すればいいじゃないかと。これ実はダメなんですよね。なぜかというと、世の中には理想的な制御機っていうのが存在しないんですよ。いくら素晴らしい動きっていうものを予測しても、
その結果それについてこないわけなんですよね。なので結局もともと自分が教えてもらった動き方っていうのを再現できなくなっちゃうんですよ。なのでこの、応答の遅れみたいなのを無視できるぐらい、制御機が理想だと仮定できるぐらい遅い動きしか今までの人は再現できなかったと。一方うちのやり方は何が違うかっていうと、わざわざ2台使ったわけですよね。そのおかげでこいつがある状態の時にこっちがどうだったかを知りたいわけです。でこれ実はよくよく考えてみれば分かるんですけども、自分がどう動いたかは実はどうでもよくて、自分がどう動くべきか、どういう指令を与えればいいかというのが知りたいわけです。どう動いたかではなく、どう動かすかが欲しいわけです。こっちであるのはどう動いたかですよね。こっちにどう動かすかが入ってるわけですよ。この原因と結果、入力と出力をバラバラに取ってくれるわけです。なのであるこいつの状態の時にこっちがどうあるべきかを予測するわけです。これを真似するように AI を作って制御してあげると、ここからここへの遅れとここからここへの遅れが同じになるので、もともとのここのデータがいいデータである限りはこっちもいいデータになっていい動きを再現できるということになります。でなんでこんなことができるかというと、結局ここの制御が理想的じゃないのを前提で、人間がその遅れまで保証するうまいスキルっていうのを発揮してくれるわけです。なので実はこれ難しいところは全部人間がやっていて、あとは我々はそれをコピーするだけだからすごい簡単なわけですね。ということで、人間がいいデータを生成してくれると。逆に言うといいデータを生成するための枠組みを作ったというのがうちのやり方になるということになります。はい。であと、これ結構表示する回数少ないと。消しゴムの場合は5秒ぐらいの動作を3回の試行で各1回ずつなので、実は15秒しかかかってません。でなんでこれほど少ない、回数でもいいのかというと、実はこれ15秒って言いながら1秒間に1000回応答を計測しています。なので15秒で15000サンプルもデータがあるので、このぐらいあると深層学習であっても学習が進んでいくということになっています。はい。ということで、タスク専用のハードウェアが不要ということは、そもそもこれ実はロボットが買う必要もなくなっちゃうかもしれないと。なので必要な時に必要なだけロボットを借りればいいかもしれない。夏には例えばかき氷を作るロボットがあって、秋になったらそれはなんか収穫ロボットになって、冬になったらどうしましょうかね。雪だるまでも作ってもらえますかとか、1台のロボットでいろいろできるので、欲しい時に借りると、買う必要すらないみたいな、そういうロボットシェアリングの時代も来るかもしれません。でもう少し先まで見ていくと、過去にも電卓、これも知らないかもしれないんですけど、電卓もタイプライターも電話も全部専用機があった時代があります。で今これ全部集約化されてソフトウェアで再現できますよね。例えば PC でも再現できるし、なんならスマホでも再現できていると。でこれで、どんどん高機能化して汎用化していくと、お値段も安くなっていくと。でみんなが使うようになっていくと。でそれだけではなくて、例えばインターネットっていう新しい機能が加わると、例えばソーシャルネットワークだとかクラウドだとか e コマースだとか新しい価値もどんどん出ていきますよね。同じように、ロボットもそうなっていくはずだと思います。これまでのロボットっていうのはやっぱり専用機だったわけです。削るしかできない、運ぶしかできないみたいな、1個のロボットで1個しかできなかったわけです。これがパーソナルロボットみたいなね、1人が1台持つみたいな、こういう汎用ロボットがあれば1台のロボットで多様なことを何でもできるかもしれないと。そうするとこのロボットはどんどん仕上がっていって、どんどんお値段が安くなって、どんどんみんなが持つと。そうするとどんどんみんなのデータが集まっていって、またさらにどんどん良くなっていくと。こういうスパイラルができるかもしれないと。でこれ30年前だったら多分誰も信じなかったと思うんですけども、 PC だとかスマホで同じこと起きましたよね。なのでロボットでもこのソフトウェアでものができるようになる、ソフトウェアで機能を発現することができるようになってくると、こういうことができるんじゃないかと。ということでこれがあると、これまで機械化、ロボット化が難しいと言われていたような業界でも、ロボットによって、労働を代替できるんじゃないかと考えております。はい、最後まとめになります。バイラテル制御を用いることで、接触状態を含む教師データを収集することができます。力をも模倣することで、環境の変動とか人間との共同も可能な AI を獲得することができます。で肉体労働の大幅な代替ができるため、非常に大きなインパクトがあります。でこれ大事なこととして、いいデータがあれば高度な AI などを使わずとも実は高度なことができると。うちが実は使っているこのニューラルネットワーク、本当に教科書レベルのかなり簡単なものを使っております。でも元々のデータが人間のスキルをコピーするための、最適な形になっていると、もう高度な AI なくても結構いいことができると。これはデータサイエンスって授業なので本当に大事なこととして、高度な理論を使えば素晴らしい AI ができるというのは実はあまり正しくなくて、いい AI を作るっていうのはほとんどがいいデータを用意するっていうところで終わっています。もう9割方そこでほとんど終わっています。よく言われるのがガーベッジインガーベッジアウトなんて言われるんですけども、
ゴミデータをいくら与えてもゴミしか出てこないんですよ。なのでデータサイエンスをやるときにはまずはそのデータサイエンスの高度な数理を学習する前にどういうデータを扱うべきかというのを考えるのが実は一番大事です。そこを今回の授業を通じて理解していただけると嬉しいかなと思います。はい、以上で終わります。ありがとうございました。